2022年3月1日から15日までの双子座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。3月1日から15日までの双子座さんのリーディングを行います。まずこちらにワンドのエース。何かが始まることによって、あなたが抱えていた問題が解決されていく。こちらに前回に引き続きコウモリのカード。前回ライバルが多い環境にいるのではと申し上げましたが、そのライバルの中でも、あなた自身をもしくはあなたの才能を妬む気持ちが強い人がいると言われていまして、その人の存在が原因であなたが大きなストレスを抱えている。本来の力や魅力を発揮できていない。この時その問題が解決される道が開かれることによって、あなたが本来の魅力や才能を発揮する今までよりも大きな世界に羽ばたいていく。こちらに毛虫のカードが出ておりまして、この時から変化が始まっていく。その大きな世界に羽ばたいていく準備段階とも言えるんですが、この問題を解決するというのも、あなたが敵を排除していくのではなく、あなたが変わっていくことで、このコウモリのような存在の人から身を守るために、ご自身のエネルギーや時間を奪われるという世界から、自分を小さくしていた世界から、広い世界に、より大きな世界に移行していくために、自分自身が変わっていく。その大きな変化のきっかけになる出来事がある。こちらに、誰かに何かに合わせて、自分の光を小さくしないでくださいというカードが出ておりまして、今あなたが身を置いている環境というのが、あなたの光を小さくしてしまっている。それはこのコウモリのような人の存在というのも大きいですし、そういう周りの人に合わせて、その環境に合わせて、あなたがその光を、あなたが本来持っている魅力や能力というものを放てない状況になっている。先ほど大きなストレスと申し上げましたが、そのストレスもそうなんですけれども、この自分を閉じ込めているような状況というのは、見えない檻の中に入っているようなもので、心の健康にはもちろんなんですが、体の健康にも悪影響がある。ですので、この大きな変化の始まりというのは、その変化がプライベートの変化であっても、お仕事の変化であったとしても、あなた自身の健康にとってとても良い変化。それでその変化のきっかけというのは、それがどんな変化だったとしても、人がきっかけになると思うんですが、こちらにソードのキングが2枚出ております。このカードデッキではソードのファーザーなんですけれども、ソードのキングが2枚出ているということで、お仕事で言うと、あなたのことを買ってくれている上司の方がいる。その上司の方というのは、このカードではキング、ファーザーですけれども、女性の場合もあると思いますが、そして年上に限らず年下の上司ということもあると思いますが、とても仕事ができる人で、あなたがこの見えない檻の中に知らず知らずと閉じ込められているということに気づいていて、そしてその才能をもったいないって思ってるような人。なので、その人があなたを新しい広い世界の方に引き上げてくれる。
こちらにスペーシャスネスというカードも出ております。あなたがこの不安でいっぱいな状態、あなたのことを妬んでいる人との関係を手放して、その見えない檻から抜け出して、自分の魅力や能力を、その光を思う存分放てるような世界の方に、あなた自身が変化していくきっかけを作ってくれる人、ちょうど年度末ということもありますので、あなたの能力に見合った、あなたの能力を活かせるポジションになっていくとか、もしくはそういう部署に移動できる、新しいあなたの能力をフルに発揮できるようなプロジェクトの担当になる。ご自身で経営されている方や、フリーで活動している方も、あなたのことを買ってくれている人が周りにいて、その人があなたに大きなお仕事を紹介してくれたりとか、もしくはその人がお仕事の依頼をしてくる。この悩みを直接解決するというよりも、何か新しいことが始まっていくことによって、その悩みが自然と解消されていく。もう悩みの種だった人とは関わらないで良い世界の方に移行していく。ですので、これはプライベートの人間関係でも恋愛でも言えると思うんですが、あなたがこの時、新しく始めていくことをきっかけにして、悩ましい状況から解放されていく。それで、プライベートの場合の変化も、人がきっかけになる。それはあなたに新しい出会いを紹介してくれる人という場合もあれば、この新しさにつながる知恵を授けてくれる人、その新たな知識、新たなアイデアというものがきっかけで、あなた自身が変化していく。そしてより大きな世界に自分自身を解放していく。ですので、この変化の始まりによって、新しい恋が始まっていく人もいれば、新しいあなたの魅力や能力や知性を隠さないで良い環境の方に移行していく。例えば趣味の場を変える、所属する場を変える、人によってはお引っ越しをするという場合もあると思いますが、環境やあなたの周りの人を無理に変えるのではなく、あなた自身が自分を活かせる環境の方に移行して自ら変わっていく。そしてその移行にあたっても、とても良いアドバイスをくれる人が周りにいる。それで恋愛でライバルが多くて大きなストレスを抱えていたという場合は、あなたが変化して自分の光を閉じ込める方ではなく放つ方向に移行していくことによって、あなたが本来持っている情熱の力で愛を勝ち取ることができる。今までライバルが多くて、そのお相手の方とうまくいっていなかったという場合は、その今までいた環境の中では、あなたがライバルと戦うことにエネルギーを奪われてしまっていて、ご自身の魅力を、光を放てていなかった。なので、お相手とうまくいっていなかったんじゃないかなって思うんですが、この時はただ何かのきっかけを得て、自ら変化する道を選ぶだけで、自然とご自身の光を、魅力を、情熱を外側に放つことができる。そしてそのライバルに左右されない新しいより広くて大きな世界の方に移行していく。なので、この3月の変化をきっかけにして、おそらくこの流れから言うと、4月から新しい生活、例えば、そのお相手の方と一緒に暮らし始めるとか、そういう流れに変化していく方もいると思います。この大きな変化のきっかけ、この新しさというのは、あなたが逆境から浮上するきっかけになる。この始まりをきっかけに、あなたが想像している以上の、この毛虫がさなぎに、さなぎが蝶になっていくような大きな変化が始まっていく。ですので、この時は、きっかけをつかんだら、迷わず始めていただいて、ご自身の魅力や能力を、そして光を遠慮することなく存分に放つことができる、より大きくて広い世界の方に移行していただきたいなと思いました。それでは3月1日から15日までの双子座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。